キタロトリキです。リクエストを一ついただいておりまして、2024年は破壊的な年とよく言われていますが、芸能界や芸能界はこの間占いましたけど、松本人志さんのね、吉本興業の話とか、もしくは去年になりますけれども、今もね引き続き問題とされてますが、ジャニーズ事務所の問題、あとは宝塚の問題とかね、芸能界やさらには私たち一般の、市民の意識も大きく変わるのかどうか見てくださいとのリクエストをいただいております。リクエストありがとうございます。そうなんですね。西洋占星術ではよく風の時代と言われてますよね、今ね。前までどうかな、2020年ぐらいまでが土の時代だったんですよね。でそれが徐々に変わっていって、2024年から、かなり強く風の時代のイズムに切り替わっていくと言われてます。確かに本当にその通りだなと思うんですよね。今まで培われてきたメソッド、強固なメソッドっていうのがもう風にさらされて一気にね風化してね、巨石もね粉々になり、やがて土に舞う砂ぼこりのようになり、そしてきれいにフラットなねまた平坦な地面にねさらされるっていうか、そういう風の時代の力、確かに感ずるなと思います。でちなみにですね、祝陽教で言いますと、今年2024年は寄宿の年となっております。寄宿は釈迦牟尼、お釈迦様の宿ともね、お釈迦様の宿と釈迦の宿とも言われてますけれども、お釈迦様というとインドの王子様なんですよね。非常に大金持ちのうちに生まれた王子様だったんだけれども、そんな世界王国を捨てて庶民の世界、苦しんでいる人たちのために一般社会に出ていくんですよね。シャバニンド、ここでいうシャバっていうのは、いわゆる、一般の世界ということなんですけどね、仏教でいうシャバっていうのはこの現世ということになっちゃうんですが、そうだからなんとなく寄宿の年っていうのも、そしてですね、寄宿は階級族ですね。もう丸々と4足階級に入っております。その階級の支配性は月となってますね。月といえば陰性のパワー、移ろい、秘密の露呈とか、神経質とかね。あとはその階級っていうのは蟹の宮なんですけれども、西洋占星術でいうとね、蟹座とかっていうと、母性の象徴とかで非常にあったかいイメージがあるかもしれませんけれども、祝陽占星術では結構その陰性のエネジーがフューチャーされてます。神経質だとか、蟹はギョロッとしてますでしょ、目が。だから人のあらをよく探すとかね、人の陰部がさらけ出されるとか、もしくは横にしか歩けないんで、気運を横に逃がしてしまう、スーッと横にそれる、論点ずらすではないですけれど、そう言われてますね。それでですね、各27宿の今年の運勢、ざっとですけれども、まず寄宿、房宿、碧宿の方、今年は、大きな節目となる年と考えて良いでしょう。寄宿の方もまさに命宿、ご自身の大義名分に戻ってきます。人生の一大決心をするような大きな、変革の時、新たな27年1サイクルの始まりの力を受けてます。で房宿の方は5カルマですね。過去勢の話、そういう力に引っ張られる、そういう力の影響を受ける1年となるでしょう。そして碧宿の方は大宿、ご自身の次の転生のためのね、次の27宿、1サイクルのためのね、新たな人生のために英気を養うというエネジー影響下に、碧宿の方は当たっておられますね。ちなみにタイシーズンっていうのはね、この人はよくタイシーズンに命を落とすと言われてますね。なんででしょうね。やっぱり非常に無防備な状態、胎児が羊水の中にプカプカ浮いているような、そういう状態だからかもしれません。この命宿に向かって突き上がっていくか、もしくは舞い降りていくようなね、
そのエネジーの中でね、人の命はよくタイシーズンに落とすと言われてますね。これは余談ですけれども。そしてね、各、粛星のね、ざっくりとね、今年2020年のその運勢なんですけれども、まず良い運勢の方、A、新、U、安星か。A、新、U、安星。この良い、比較的良いね。この良い、ざっくりまとめちゃうけどね。良い気運にいるのがずらっとこんな感じですね。この祝星の方々は、今言った良い気運の一年におられます。そしてちょっと良くないなという気運におられる方、祝星の方々は、水、海、木ですね。こんな感じになってます。ちなみに私は老宿ですので、今年は水に当たってますね。ただね、これね、落ち込む必要はないんですよ。そうだなと思ってそれを肝に銘ずれば、そういう力が働いているんだなって、よし気をつけようと。それを前提に歩を進めていこうというね、その、占いっていう結果を自分のエネジーに変えるように肝に銘じてね。でね、これがざっくりとした、今年の喜祝という年の各祝星の運勢なんですけれども、あと祝陽教ではね、旧暦の5月5日の七曜を見てその年の吉凶を占うというやり方もあるんですね。で、今年2024年の旧暦の5月5日は月曜日に当たっております。それでですね、月曜日に当たった場合の今年1年の吉凶なんですが、ちょっと原文のままつか原文に近い状態なんで結構ね、辛辣な文章になっちゃうんだけれども、冬の到来が早く秋霜被害、病気の流行の懸念ありと。さらにこの日に、5月5日ね、旧暦の5月5日に日食月食などの天体異常並びに地震などがあらば死者が多数出てしまうという、ではこう言われてます。今年5月5日、旧暦の5月5日が月曜日に当たっておりますので、こういう吉凶の見方も祝陽教でされてたようです。でね、祝陽教ってね、基本ね、原文がきついんですよ。もう今の感覚で言ったらね、もうモラルハラスメントになってしまいます。だからね、祝陽教をやってる人はやっぱりね、伝え方はすごく気をつけなくちゃいけないと思いますね。で、もともとそのね、元をたどればバビロニア占星術が西洋占星術とインド占星術に分かれて、そのインド占星術の方が中国に渡って28宿と融合して、それがさらに空海先生がね、日本に持ってきて、で戦国時代で兵法として洗練されたのが日本人向けにね、ブラッシュアップされたのが祝陽教なんで、やっぱ結構ね、やっぱその時の時代がやっぱ厳しい時代じゃないですか。もう昔のね、戦国時代なんて言ったらもう生死に関わることばかり、もう討伐、敵を倒さなきゃいけない、倒さなきゃ自分が倒されちゃうっていう時代だから。でそれでやっぱりね、文章がすごくきついんですね。だから人間のその性格描写なんかもね、ズケズケ書いてあります。さてでね、久々になんか恋愛以外のなんか久々になんかこういう形の占いをやるのって、このところね、相性占いが多かったので、そうね、やっぱ、ちょっとね、2024年どうなっていくのか、本当に破壊的な年で、破壊っていうのもそのいい意味で変わっていけるのかっていうあたりをね、ちょっと見ていきたいなと思います。で、もう今年はね、もう本当に年明け本当に一発目ですよね。1月1日にね、地震がありまして、で私実家に帰ってた時にね、そこそこ揺れたんですけど、自分がいたところ、なんかもうね、年末年始頭が痛かったんですよね。なんか調子が悪かった、なんか日本全体のなんか波動が下がってたような、なんか調子悪かった人多いんじゃないかなと思うんだけどね、私もすっごく頭痛くて、なんでだろうなと思ってね、で別にそれでね地震があったとかではないんだけれども、なんかね、一発目からねびっくりするようなねことがありました。でまた
誰しもがね、日本人誰しも今考えてる、感じてるのが、やっぱ我々ってね、霊感あるんですよね、誰でも。で、根性の地で肉体という器を持ってるけれども、やっぱり肉体という器に霊体が入って私たちなんで、誰しもやっぱ霊体であり霊感があるんですよね。で、その勘で、やっぱ本当にもういつ来てもおかしくないんだ。で、天変地異が本当に来てもおかしくないんだっていうような、体感としてね、やっぱなんか高まってるっていうところもあってね、やっぱりなんか2024年、本当になんか大きな大改革、ひょっとしたらそれは怖い壊滅的なことじゃないかっていうね、なんかそんな、とこはやっぱちょっと気になるところです。さて、ではタロットで見てまいりましょう。2024年ね、芸能界、そしてひいてはね、私たち一般の社会にも大きな変革あるのか否か。May Nine of Wands Silence 回復、あれだね、手負いだね。そうだよね。回復を待つといったようなリサイレンスか。リサイレンス。そして、5。Two of Swords Decisions。そして、ドン。ハイロファント。強行。これ、豪な山と考えて、古い価値観、慣習。ハイロファンはこれであるかな、結構でかいんですけれども、昔からの考え方っていうのが今一つ保留の状態、完全になんか崩壊するというエネジーというよりはちょっと回復を待っているという力。そして裏打ちの名号体ドン。来たです。大アルカナです。そしてドン。ハーモニー10オブカップス。そしてドンと。トランシション。Six of Swords 新たな土地を目指していく。これタイの山と考えて、やっぱり今までちょうどなんか五行の山にハーモニー10カップが収まってるけど、今までの古いものの考え方で得ていた恩恵とか利益っていうものはちょっと強く終わりだよっていうのが出てるね。だけれどもどうだろうね、全てぶっ壊すっていうよりは、良き部分は残して、やっぱり、新たな地を目指すといった力でしょうか。そして、ドン。インディペンデンス、独立するだね。強く、クイーンオブソード、強く何か、立ち上がるとかね。今まで所属していた場所から、離脱するという力。そして最後にこう。おー !Six of Disc Generosity。公共性だよね。今地震で大変なことになっている。力を合わせなきゃいけない。平等に分け与える。寛容さとかだよね。Six of Discs。ディスクスだよね。とりあえずこんなん出ました。いかがでしょうか。だけどやっぱこのスプレッド見るとそうだよね。今まであった大きな巨石っていうのが、風の時代っていうことで、風でもうさらされて砂になって、土の時代は終わって、もう一回フラットな、皆が平等のフラットな土地になるっていうような力すごく感じるよね。かつて得ていたそのシステムの中での恩恵っていうものを何とか取り持とうという力は働くんだけれども、それはもう完全に終わりなんだよと。もっとより良い場所、もっと私たちが安心で、そして幸せになる場所を模索しなきゃいけないんだよ。そのために今立ち上がらなきゃいけない。独立しなくちゃいけない。だけれどもそれはもっと言えば自分個人のためだけじゃなくて、皆が幸せになれるような、そういう意識でいなくちゃいけないんだよっていう力すごく感じますね。
うん、で芸能界はどうなっていくのかってもうやっぱりもう大きく変わるしかないんじゃないかなっていう気がしますよね。もともと日本の芸能界はね、もうやっぱ戦後そのアメリカが日本人を教育するためのねツールとして使われてた部分が大きい、まあ、全てだとは言えないとは思うんだけども、まあ、しかしおおよそやっぱりねアメリカは GHQ の算段通りに日本のこうコントロールっていうものはね、今現在もだけれどもやることができていてね、これ以上なんかシビルコントロールする必要性もなくなってきてるんじゃないかなっていう気がするんだよね。だからテレビがもう重要なツールとしての役割をもう終えてしまっている。で、現時点においてもやっぱおそらくもうテレビに出てる方で純血の日本人の方ってもうほとんどいないんじゃないかな。で、これがやっぱり今求められている日本のグローバル化、日本は日本人のためだけのものではないという意識を日本人にやっぱり植え付けるっていう言い方をしていいのか分かんないけれども、非常に難しいけどね、どこが難しいのかって、この国が日本人血統上のね、ここでいう日本人っていうのは血統上の日本人なんだけれども、血統上の日本人だけのための国であってほしいという意識が最終的に到達した形っていうのがもうバリバリの軍国主義だったわけだよね。でそこではやっぱりその純血の日本人の血っていうのが純血の日本人の命っていうのがもう人権が全く無視される状況になった。で今更日本人はそういうとこ戻れないわけじゃない。でそうではいけないよということで新しい国を作ろうということでアメリカ主導で始まったのが今の状態、今の国なんだけど、今の日本なんだけれども、やっぱ世界ね、日本だけじゃなくて世界の先進国がもう物質的な成長のその頭打ちに来てる中で、やっぱり日本がやっぱり経済的植民地であるっていう要素がね結構強く出てきてるでしょ。もう嘘がこう隠し通せなくなってるというか。でかといってじゃあ今更こう日本が日本人のためだけの国っていうのもなんかもう戦後生まれの私たちとしてはなかなかここ難しかったりするんだよね。でこれも結局アメリカの思惑なんだと思うんだよね。もう完全にもう民族のこうイズムが骨抜きにされてしまってるというかね、すごく悪い言い方すればそうだからもうで今そのなんていうのテレビを使ってもう日本人を教育していくっていうような必要性がもうなくなってしまってるんだよね。だからかつて芸能界でどっちかっていうとなんかもう芸能界っていう特別な世界じゃなくて普通のビジネスシーンとしてなんか誰もが普通にお仕事できるような状況を求められてるんじゃないかな。でそこで例えば吉本興業とかジャニーズ事務所とかのようなもう一強二強といったようなもうあからさまに強いような存在の必要性がもう必要ないというか非常に邪魔というかね、もう本当になんかフラットな、芸能界も普通のよく数あるそのビジネスシーンの中の一つであってその特別な世界じゃないんだよっていう、かといってその本当に昔のようにその見せ物小屋の世界のようなさ通常の世界より低い世界に戻るわけではないんだけど、その戻るわけではなくてね、通常のなんか普通のビジネスシーンになっていくんだよっていうような力が働いてる気がしますね。そうで私たちの意識もなんだけれどもなんかすごく本当変革して変わっていかなきゃいけない。今もう覚醒はもうおそらくしてる方非常に多いと思うんだけれどもやっぱ変わっていくんじゃないかな。大きな節目であってね。だからある意味今すごくね本当に大変なねもう本当年明けから本当に大変な状況なわけなんだけれども、あらゆることが大変なね社会なんだけれども、ただやっぱすごくこう過渡期にいて大きく変わっていくね段階にいて、私たちはその、非常に注目すべきこう時代を目撃している体感しているかもしれませんね。どうだろうね、なんか本当なんかこの流れでいくとさ大
大きく変わっていく、でその芸能界も大きく変わるし、私たちその市民の意識も大きく変わっていく。で変わっていく先がどうなるのかっていうと、やっぱりスマートシティスーパーシティとかに言われるような、非常に区画整理されてコンパクトにまとめられたいわゆるミックス、いわゆるグローバルリズムのね、グローバル化されたもういろんな人たちが住んでいるなんか本当コンパクトなシティへと向かっていくんじゃないかな。でここがやっぱ一つ引っかかるところ、しっかりとやっぱね個人個人だからやっぱりね政治的なことはともかくとして、やっぱ個人個人としたらやっぱりね、自分が立ち上がって自分がやっぱ幸せになることそうなんだけど、さらにそれをやっぱみんなと共有するっていう、ことがすごく重要な気がします。さて、いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。レキタロとリキでした。それではまた、バイバイ。